そろそろ新しい論文を発表したい恐竜研究者、こちらへ進です。今回紹介するのは、恐竜絶滅のタイミングでどのように種の多様性が変化したのか、それを単位面積あたりで評価した論文です。2025年3月に発表された研究成果ですね。早速詳しく見ていきましょう。約6600万年前、白亜紀末に鳥類を除く恐竜類は絶滅しました。隕石の衝突や大規模な火山噴火、気候変動などの組み合わせで海でも陸でも多くの生物が死滅したんですね。このような大量絶滅は当然ながら生物の多様性を大きく減らします。そしてその後の多様性回復には長い時間がかかるんですね。これは絶滅直後にはディザスター種などと呼ばれる動物たちが一気に勢力を広げるからです。彼らは他の生物が絶滅してできた隙をついて爆発的に増えて環境を独占してきた動物たちですね。当然彼らが環境を独占するので生物多様性は低くなります。ただ白亜紀末の大量絶滅は少々特殊なんですね。というのもわずか数百万年程度で哺乳類の多様性が爆発的に増加しているんです。つまり白亜紀末の大量絶滅は単なる破壊的な現象ではなく、新生代の高い生物多様性に向けたリセットとして働いていたという可能性があります。この仮説を検証しようというのがこの論文の目的ですね。そしてこの論文が少々特殊なのはスピーシーズエリアリレーションシップ、日本語にすると種面積関係と呼べるもの、これを使っていることですね。大雑把に説明すると、面積が広いほど種数は大きくなるよねという話です。この関係は簡単な数式で表すことができます。このグラフにおける切片が局所的な種多様性で、このグラフにおける傾きが場所ごとにどれだけ生き物の種類が違うのか、言い換えれば広範囲の種多様性を表します。どちらも高ければ高いほど生物多様性が高いと言えますね。これを念頭に置いて、普通の絶滅であれば絶滅後に傾きと切片どちらも低下しただろうし、それが長い時間をかけて回復していただろうという仮説を検証しています。データはパレオバイオロジーデータベースという化石のデータをたくさん集めたウェブサイトを活用し、北米大陸で恐竜時代の終盤から新生代の序盤にかけてを解析しています。早速結果の方を見ていきましょう。まずは恐竜時代の終盤、カンパニアンです。上から順に飛ばない四足動物、哺乳類、恐竜類、そしてそれ以外となっています。この段階だと恐竜類の特に局所的な多様性が高いということが見て取れますね。一方でより広域の多様性は哺乳類もあまり変わりません。次いで恐竜時代の最後、マーストリヒチアンになると面白い傾向が見えてきます。恐竜を含む全ての動物において傾き、つまり広域の多様性が大きく下がってるんですね。つまり大量絶滅の前にすでに多様性の減少が始まっていたということを表します。これ自体は以前から言われていたことではあります。この理由はまだ解明されていないのですが、海水準の変動や増産運動など複数の要因が関わっていると思われます。新生代に入って恐竜類が絶滅すると傾きが爆発的に上昇していますね。特に哺乳類は切片も合わせて上昇しており、局所的にも広域的にも多様性が大きく向上しています。つまり白亜紀末の大量絶滅ではディザスター種の蔓延はなかったか、少なくとも大きな影響はなかったのだろうと思われます。さらに時代が進むと広域的な多様性は若干落ち着き、むしろ局所的な多様性が上昇していきます。これはつまり局所的な多様性と広域的多様性は段階的に回復するということを示している。まずは広範囲での多様性が回復し、その後で局所的な多様性が回復するという流れですね。
この流れは次の時代にも継承されており、この段階まで来ると生物多様性の変動は落ち着いたものになってきます。結論としてこの論文では白亜紀末の大量絶滅は構造的な破壊であったと、なんと詩的な表現をしております。まとめると、恐竜時代の終盤、陸上動物の多様性はすでに減少していたということが判明。大量絶滅の直後、生物の多様性は哺乳類を中心に爆発的に増加していたということが明らかになりました。このことはディザスター種による環境支配などが少なくとも北米大陸の白亜紀末大量絶滅では生じなかったであろうということを示しています。よってこの大量絶滅は破壊的であるということはもちろんですが、次の時代につながる生成的なイベントでもあったとこの論文では結んでいます。今回は以上となります。恐竜絶滅の新しい解釈、面白いと思ったら高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。